こんにちは、MC パークです。初めての方、はじめまして、MC パークと言います。アメリカでモトブログやってます。もともと東京でモトブログやってたんですけど、ある時、半ば思いつきみたいな感じで会社辞めたんで、アメリカの大学院に進学したんで、今ここカリフォルニアでモトブログをやってますと。なんで改めてそんなことを言ってるかというとですね、先日ようやく2年かかって卒業することができました。長かったですね。長かったというか、過ぎてみればあっという間なんですけど、密度が濃かったですね。いろいろあったです。大変だった。なんか動画で見返すとツーリングばっか行って遊んでるようなイメージなんですけど、カリフォルニアツーリングです。お待たせしました。キャンプツーリングに行ってきますね。やべ実際はね、結構大変だったんですよ。特に最初の頃なんかは土地勘も当然ないし、言葉もねよくわかんないし、友達もいない、授業は大変と、で宿題はたくさんなのでね、結構精神的にきつかったですね。徐々にね言葉も慣れてきて、バイク買ってから土地勘もだいぶ慣れて、でオースティンみたいな友達もできたんで、そこからは割と楽にはなりましたけども、それでも大変な2年間でしたね。はい、ということで、無事卒業できましたと。それの報告をまず今回したかったです。お疲れ様でした。自分、卒業したんでね、今後の話についてちょっとしましょうか。もったいぶらないで結論から言いましょうか。アメリカ残留確定です。なんでって感じですよね。何があった、あんだけ、日本帰るっつって東京で何乗ろうかなみたいな話してたのに、お前は何があったっていう感じですよね。これも結論から言いましょうか。就活の結果ですね。就活の結果、すごいいい企業に出会えたっていうのが答えです。では、いい企業って人によって定義は様々だと思うんですけども、僕にとってのいい企業っていうのが、給料、ポジション、職務内容、これらが自分の希望にマッチしてるっていうのは当然なんですけども、もう一つ、そこで働く人の夢とか思い、目標、これに共感できるかどうか、これがね、僕にとってすごい重要だったんですよ。でもね、ないんですよ、なかなかそういう企業が。例えばさ、ホームページに立派なねミッションステートメントを掲げていても、実際話してみるとなんか伝わってこねえな、熱意、そのミッションに対する熱意とか本気度が感じられない、普通の言っちゃえばシステマチックなサラリーマン企業が多かったんですよ。そういう印象だったんですけど、その一社、僕が入社を決めた一社だけは違ったんですよ。会社のミッションとか自分がやりたいことに対しての熱意とか本気度がもうなんかね、面接してても伝わってきたんですよ。だからこの企業で働きたいっていうか、この人たちと働きたいなって思って、その会社に入社を決めましたね。なので最初日本帰りますみたいなことっていうか、その通り言ってましたけど、アメリカに残ることにしました。それが、アメリカ残留の理由ですね。だからそれが今日話したかったことの1つ目なんですけど、もう1つあって、それが今回のメインなんですけども、アメリカ残留確定とはいえ、このね田舎村から脱出します。ここからもうね抜け出しますよ。なので今日はね、お引っ越し会ですね。引っ越しです。ちょっと遠くまで引っ越すんで、長旅になります。なので一人だと暇なんで、皆さんにお付き合いいただこうかなって思います。はい。ので、お引っ越し行きましょう。ということでね、お引っ越しを今から開始しますね。で、見てもらうと分かる通り、自分でトラックを借りて自分でやります。日本だとね、引っ越しって言ったら日通とか、業者に頼むのが一般的だと思うんですけども、アメリカで業者に頼むとちょっと値段が飛び出るぐらい高いんで、こういう風にねトラックを借りて自分でやります。今回バイクがあるんでね、バイクも積むということでオースティンにね手伝ってもらうことになりました。はい、なのでとりあえず積み込みやっていきましょうか。
発で、行き先についてはちょっとお楽しみにしておきましょうか。すぐに分かることなんですけども、ヒントはね、なんだろうな、僕が行ったことある場所で動画に出てきてますね。で、もう一個ヒント、同じカリフォルニアです。小さくてなんもない街でしたけど、知り合いができるといいとこでしたね。小さいコミュニティなんでみんな知ってるって感じでしたね。よし、じゃあ行きましょうか。多分夕方6時前ぐらいには着くと思いますね。ちょっと音楽でもかけて時間潰しましょう。退屈ですね、車の運転っていうのは。何なんだろうね、なんでこんな退屈なんだろう。車がいけないのかな。車によっては面白いのかもしれないですね。車好きがあんだけいっぱいいるってことは、運転して楽しい車っていうのはあるはずなんですよ。まだそれに出会えてないだけですね。ちなみにどこに引っ越すか大体見当つきましたかね。ちょいちょいね、ヒントあったかもしれないですね。はい、正解はロサンゼルスでした。あれですね、全然ひねりがないというか、そうだろうなっていう感じですよね。もうすぐ着きますね。Your destination will be on the left. もうそこが海ですね。あそこめっちゃ綺麗やな。もうこの辺なんですよ。なのでバイクじゃねえや、車を一回止めましょうか。とりあえず着きましたね。これが次の部屋なんですけども、見ての通り家具が全くないですね。もともと住んでるところが家具付きだったんですよ。だから僕全然家具持ってないんですけど、今回家具なしに引っ越したんで、家具を買うとこから始める必要がありますね。まだ荷物がいっぱいあるので、とりあえずそれ運んじゃいますね。はい、ということで、MC パーク第3章はロサンゼルス編という風になりました。ちなみに第1章と第2章が何だかは知りません。なんだろうね、東京編かな。東京編と学生編ですね。でまた社会人になるんで、ちょっと前より時間はなくなると思うんですけども、それでもね、東京にいた頃みたいに暇を見つけてはロン2に行ったり、近場をうろちょろしたりね、したいと思うんで、またこれからもよろしくお願いいたします。でこの動画が初めての方、これからロサンゼルス編がね始まりますんで、ぜひね、ここからお付き合いください。チャンネル登録よろしくお願いします。これからね新しい始まりということで、頑張りますんで、これからもね応援よろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。ここはどこから始めましょうか。ここはですね、アメリカですね。いいね、バイク楽しいね。チャンネル登録者数が1000人。はじめまして。買っちゃいましたね、新しいバイク。僕もあと日本に帰るのだって1年来たわけですよ。ちょっと日本で乗るバイクをね、そろそろ考えないといけないんですよね。